デイビッド・ヒュームは18世紀半ばのスコットランドで生まれた。経験をすべての認識の土台とした英国経験主義の代表思想家だ。彼の代表作では心の内容を2つに分けた。一つは外界から直接受け取る鮮やかな感覚体験。これを印象という。もう一つは印象を記憶や比較で再構成したもの。これを観念という。ヒュームは観念は必ず印象に遡らなければ正当な根拠がないと主張した。この区別は後の認識論に大きく影響した。次に因果関係の問題だ。ヒュームは原因と結果を必然に結びつくものとは考えなかった。むしろ、炎が燃えると熱が伝わるという経験を何度も見た結果、心が、もし炎が燃えたら必ず熱が出る、という期待を作るだけだという。この期待は真理な慣習に過ぎず、理性で必然性を証明する手段はない。要するに因果関係は観測できない。観測者の心が作り出す産物だ。この因果への懐疑は機能法の問題へつながる。機能法は過去の観測から未来を予測する方法だ。ヒュームは経験は有限だと指摘した。例えば、すべての白鳥は白い。と言っても、観測した白鳥が多くても新しい黒い白鳥が現れたらすぐに破綻する。だから機能を理性に正当化する手段はないと結論付けた。ではなぜ私たちは日常で因果や機能を信じて行動できるのか。ヒュームはそれを慣習と呼んだ。経験が連続すると心は期待のパターンを作り、それが習慣になる。習慣は安心感を与え、社会な協調を助ける。つまり因果への信念は合理根拠ではなく、真理な安全装置なのだ。この立場はトーマス・リードの激しい反発を招いた。リードはヒュームの会議を哲学狂気と評した。彼は人間は因果関係を直接認識できると主張した。リードは因果を自然直感として位置づけ、経験だけに頼るヒュームを否定した。この論争は経験と先天認識の対立を浮き彫りにした。ヒュームの批判はイマヌエル・カントにも届いた。カントは序文で、ヒュームが私を目覚めさせた、と述べた。ヒュームの機能問題に刺激を受け、因果律を経験から導くものではなく、心が備える先見カテゴリーとした。カントにとって因果は経験を可能にする枠組みであり、経験が因果に従うのではなく、認識が経験を形作るのだ。この転換は経験主義と観念論を統合しようとするカント哲学の核心となった。ヒュームは奇跡についても懐疑だった。奇跡を自然法則に逆らう出来事と定義し、証言の信頼性を統計に評価した。奇跡の報告は極めて稀で、証言者は偏見や誤解を抱える可能性が高い。したがって奇跡を受け入れる合理根拠はほぼないと結んだ。この議論は宗教哲学に大きな衝撃を与えた。ヒュームは超自然説明を排除し、自然現象はすべて経験観測と慣習期待で説明できると主張した。この姿勢は後の科学哲学に影響した。カール・ポッパーはヒュームの機能問題を踏まえて、科学理論は反証可能性によってのみ進歩すると提唱した。例えば1羽の黒い白鳥が現れれば、すべての白鳥は白い。という命題は即座に反証される。これにより機能に依存しない科学方法が示された。トーマス・クーンは歴史視点からヒュームの慣習概念を取り込み、科学革命をパラダイムシフトとして説明した。旧来のパラダイムが蓄積した慣習期待が異常事象に直面すると崩壊し、新しいパラダイムが取って変わる。ここでも経験慣習が科学認識変容の原動力となる。デイビッド・ルイスは因果関係を可能世界語議論に基づく確率因果として形式化した。ある事象が別の事象を引き起こすという因果は、多数の可能世界で同様の状況が成立する頻度に依存すると論じ、ヒューム会議を数学に克服しようとした。近年の認知科学や神経哲学でもヒュームの習慣理論は再評価されている。脳内のニューロンネットワークは過去の刺激パターンを統計に学習し、将来の予測に利用する。このプロセスはヒュームが指摘した経験の繰り返しから形成される期待に酷似している。レイズ推定は事前確率と事後確率を更新し、機能推論の不確実性を定量化することで、ヒューム会議に数理に対抗する手段となっている。
AI 倫理の領域でもヒュームの洞察は重要だ。機械学習モデルは大量の過去データに基づいて予測を行うが、データが偏っていれば慣習バイアスがそのまま出力に反映される。ヒュームが警告したように、経験だけに頼る推論は盲目になる危険がある。そのため研究者はモデルの透明性と説明可能性を高め、単なる統計慣習に止まらない倫理判断基準を設けようと努力している。未解決の課題も残っている。第一に慣習がなぜ信頼できると感じられるのかという根源な問いだ。ヒュームは真理な安心感と説明したが、現代の神経科学は脳が予測誤差を最小化する仕組みを持つことを示唆している。第二に因果関係を完全に経験に把握できない限界だ。量子力学や相対性理論は古典因果率を超える非局所相関や時間非対称性を示し、ヒューム因果の枠組みを再考させる。最新の研究動向として構造因果モデルや介入主義因果推論が挙げられる。ジューディア・タールらは観測だけでなく介入操作を通じて因果関係を検証できると主張した。これによりヒュームの観測不可能な因果は実験手法で克服可能になる。またクォンタム情報科学ではエンタングルメントが因果独立性を揺るがすことから新たな因果定式化が模索されている。日常生活を振り返ってみよう。朝にコーヒーを入れ、道路を渡り、スマートフォンで情報を検索する。これらすべては過去の経験が形成した慣習期待に支えられている。もしヒュームの懐疑が正しければ、私たちの信念は絶対根拠を持たず、常に修正可能な仮説に過ぎない。だから批判思考とオープンな対話が重要になる。ヒュームの思想が生まれた背景には18世紀スコットランドの啓蒙議論の熱気があった。当時エディンバラ大学は哲学と自然科学が交錯する場で、ジョン・ロックやジョージ・バークリーの経験主義遺産が浸透していた。一方アイザック・ニュートンのプリンキピアは自然法則の数学記述として広く授与され、経験と理性の関係に新たな緊張を生んでいた。ヒュームはこの地土上の中で感覚印象と観念の区別を明確化し、因果関係を慣習期待として再定義した。ロンドンへ移り住んだヒュームは政治経済議論にも参加した。人間本性論の出版後、貿易政策や金本位制に関するエッセイを書き、実証データに基づく政策提言を行った。この実務姿勢は抽象哲学だけでなく、社会実践への応用可能性を示す重要な先例となった。さらにフランス革命前夜のヨーロッパ情勢を洞察し、歴史必然性よりも人間の情動と利害が政治変動を駆動すると指摘した。これらの政治哲学考察は後の自由主義思想家に大きな影響を与えた。トーマス・リードとの対立は単なる概念論の争いに止まらない。リードは常識哲学の旗手として、人間の認識は自然に正当化された共通感覚に根ざすと主張した。彼はヒュームの懐疑を過度に経験に依存し、真理への道を閉ざすと批判し、感覚印象だけでは不十分で理性直感が不可欠だと訴えた。リードの著作は感覚と理性の二重構造を提示し、ヒューム因果観に対抗する形で自明な真理の存在を擁護した。この論争は英国哲学における経験主義と常識主義の二極化を顕在化させ、以後の哲学議論の分岐点となった。カントはヒュームの機能問題と因果懐疑を深刻に受け止め、純粋理性批判で独自の合成先見判断の概念を打ち立てた。経験が提供する素材は感覚直感に限られるが、時間と空間という形式枠組みは理性が先天に備えるものとし、因果律はこの先見形式によって成立すると論じた。こうしたカントの展開はヒュームが指摘した経験限界を克服しようとする試みであり、ドイツ観念論の礎を築いた。さらにカントは倫理学において感情と理性の調和を目指し、ヒュームの道徳感情説を踏襲しつつ理性意志の普遍性を主張したことで、道徳哲学の二元展開を促した。19世紀に入るとジョン・スチュアート・ミルはヒュームの経験主義を継承しつつ、功利主義という倫理体系を構築した。ミルは、功利主義にある考え方があります。それは、私たちが感じる快楽や苦痛という感覚をじっくり観察して、
社会の仕組みが本当に正しいかどうかを実際の結果で判断しようとする考え方です。ミルの功利主義は、ヒュームが示した感情な動機と理屈による選択がどう影響し合うかという視点を広げました。これが、公共政策をデータに基づいて分析する道を開いたのです。20世紀の初め、ウィラード、バン、オーマン、クイーンという人物が、ヒュームの機能問題、つまり経験から結論を出すことの難しさを改めて考えました。彼はこれを新しい謎と呼びました。例えば、白い白鳥ばかりを見ていると、人は自然とすべての白鳥は白いと思い込みます。しかし、クイーンは、その考え方が本当に正しいのかと問いかけました。同時に、青い羽を持つという別の基準を使えば、同じ観察結果でも違う結論になる可能性を指摘したのです。ここから、単なる慣習だけでは説明できない、プロジェクト可能性という考え方が必要になりました。この議論は、現代の心理学で人がどうやって概念を作り、カテゴリーを学習するかという研究につながっています。つまり、私たちがどう世界を捉えるかは、単なるデータだけでなく、その理論がどれだけ予測に役立つかによって決まるということです。また、ウィラード、V、O、クワインは、言葉の意味というネットワーク全体が、経験と理性のやり取りでできていると主張しました。彼はヒュームが分けた印象と観念という二分法を超えて、全体な翻訳可能性という視点から、当時の実証主義を批判しました。理論な言葉は実際の観察と切り離せないため、一つの文章だけを切り離して正しさを確かめることはできないと考えたのです。科学な理論とは、面倒な修正を繰り返しながら進む連続体のようなものだと言えます。この考えは、ヒュームが示した敬虔な慣習の不安定さをさらに深め、科学な現実をどう捉えるかという論争に新しい視点を与えました。最近の因果関係の研究では、ジュディア・パールが提唱した介入主義なモデルが、ヒュームの懐疑な考えに真っ向から挑みました。パールは、ただ観察するだけでなく、ルエン残弧という介入操作を行うことが、原因と結果を確かめるために不可欠だと説きました。そして、因果グラフという図を使って、その構造を視覚に分かりやすくしました。この方法は、単なる統計な相関関係と、本当の原因による因果関係をはっきりと区別します。これにより、ヒュームが指摘した観測できない原因という問題を、実験に乗り越える手段として広く受け入れられました。さらに、ロジャー、ペンローズやデビッド、チャルマーズは、量子情報理論と因果構造を組み合わせようとしました。量子もつれという現象が、原因と結果の独立性を揺るがすことから、因果関係の概念を新しく作り直す動きが起きています。ヒュームの道徳感情論は、現代の感情の哲学や脳科学にも影響を与えています。脳の画像研究では、他人に共感したり道徳な判断を下したりするとき、前頭前皮質や帯状界という場所が活発に動くことが分かりました。これは、感情な反応が理屈による評価と組み合わさって動くという仕組みを、科学に裏付けるものです。これにより、感情こそが道徳な価値の根源であるというヒュームの主張が、体の仕組みに基づいた根拠をもって再評価されています。また、進化の視点からは、協力し合う行動や利他主義が集団の中の慣習な期待として作られたと考えられています。ヒュームの習慣理論は、進化安定戦略という数理モデルとして形にされています。日本におけるヒューム研究の歴史も興味深いものです。明治時代、西洋哲学を翻訳する動きの中で、福沢諭吉の弟子である河合栄三が、初めて人間本性論を日本語に訳しました。これが近代日本の思想改革に大きな刺激を与えました。その後、戦前の哲学者である山本七平は、ヒュームの疑う精神を日本な感性と結びつけました。近代化の危機に対して、自分たちを批判に振り返る手法として提示したのです。戦後の丸山誠男は、ヒュームの経験主義を批判に読み解き、歴史を動かす主体と記号な構造の関係を探りました。これらの日本な読み方は、単に西洋の思想を輸入しただけでなく、
日本の文化な背景に合わせて作り直した点で非常にユニークです。また、ヒュームの経済学な洞察は、アダム・スミスと並んで語られることが多いです。彼は政治経済学論考の中で、お金の流通や信用の仕組みを実際の観察に基づいて分析しました。これは現代のマクロ経済学の基礎となる考え方を先取りしていたと言えます。彼は、金本位制が市場の信頼を支える慣習な枠組みであるとし、信用危機が起きると、人々が持っていた慣習な期待が急激に崩れることを指摘しました。この視点は、2008年の金融危機における信用の収縮を分析する際に再評価され、ヒュームの慣習理論が金融リスク管理の理論の柱として再び注目されました。さらに、人工知能やロボットの分野でも、ヒュームな学習モデルが重要なヒントを与えています。強化学習という仕組みは、環境から得られる報酬という信号に対して、期待値を更新し続けることで行動を最適化します。これはまさに、ヒュームが言った経験の繰り返しから作られる期待そのものです。しかし、ヒュームが警告した通り、過去のデータだけに基づいた予測は、未知の衝撃に弱いという弱点があります。そこで現在の AI 研究では、メタ学習や転移学習といった手法を取り入れ、慣習な偏りを超えて応用できる能力を得ようとしています。これらの技術な挑戦は、経験だけでは不十分であるというヒュームの教訓を、実際のシステムとして具体化した例だと言えるでしょう。ヒュームの哲学に残された未解決問題の一つに、感覚な印象と観念の関係が、どこまで言葉に置き換えられるかという点があります。言語哲学者は、印象を直接な感覚経験とし、観念を記号による再現と見ることで、意味の階層構造を作ろうとしました。特にウィトゲンシュタインの初期の思想は、ヒュームの感覚論を踏まえ、言葉のゲームにおけるルールが慣習な期待として機能することを示しました。これにより、意味が生まれるのは経験な慣習と社会な合意のやり取りによるものであるという見方が、現代のコミュニケーション理論に取り入れられました。最後に、ヒュームな懐疑心が私たちの日常生活にどのようなヒントをくれるかを考えます。スマートフォンの通知や SNS のフィードは、過去のクリックデータからアルゴリズムが好みの情報を予測して出しています。これは、ヒュームが指摘した慣習期待のデジタル版です。もし私たちが、その裏にある統計な偏りをそのまま受け入れてしまえば、情報の多様性は失われ、似体験だけが響き合うエコーチェンバーという現象が起きてしまいます。ですから、日常にいろいろな情報源を比べて、異なる期待が交差する場所に身を置くことが、ヒュームの批判精神を実践する最良の方法だと言えます。ここまで、ヒュームの哲学が歴史な文脈から、現代の科学、技術、倫理にどう広がったかを概観しました。ヒュームの思想が後世に与えた影響は、単なる哲学の議論に止まりませんでした。自然科学や社会科学のやり方そのものを変えるきっかけとなったのです。例えば、トマス・リードが唱えた常識哲学は、ヒュームの懐疑心に対抗しました。感覚な経験だけでは捉えきれない自明な真理、つまり人間が生まれ持っている常識な判断を根拠に、原因と結果の関係を保証しようとしました。リードは、因果関係を慣習な期待ではなく、直接に知覚できるものと考えました。この転換により、イギリス哲学では経験主義と合理主義の対立を超え、実証な知識の基盤を共通感覚という集団な認識へと広げました。一方でカントは、純粋理性批判の中で、ヒュームの因果関係への疑いを、先見合性判断の必要性として取り込みました。経験から因果のルールを導き出すことの不確かさを踏まえ、カントは時間と空間という生まれ持った形式が経験を組み立てて、因果律は理性が必然に持つ枠組みであると主張しました。これにより、経験が理性によって形作られるという視点が生まれ、ヒュームの経験主義はカントの超越論哲学へと姿を変えました。この転換は、19世紀のドイツ観念論の発展に大きく寄与し、ヘーゲルやシェリングが体系な哲学を築くための不可欠な前提となりました。20世紀に入ると、論理実証主義がヒュームの経験主義を再評価し、
言葉の分析と科学な検証を統合しようとしました。モーリス・シュリックは、観測できない原因という問題を、意味論な検証可能性の原則として形式化し、言葉の意味は敬虔な検証に還元できるとしました。ウィトゲンシュタインの後期の思想である意味は使用にあるという考えも、ヒュームの印象と観念の区別を言葉を使う文脈の中で再解釈し、科学理論を一種の言葉のゲームとして強調しました。こうした流れは、トーマス・クーンのパラダイム転換や、カール・ポパーの反証主義と影響し合い、科学な理性が歴史、社会にどう条件づけられているかを論じる新しい枠組みを提供しました。現代の科学哲学の論争では、ベイズ推論がヒュームの機能問題への有力な答えとして注目されています。ベイズ統計は、事前の確率と事後の確率を更新していく過程を通じて、経験データに合わせて信念を柔軟に修正することを可能にします。これは、過去の経験だけでは未来を保証できないというヒュームの警告を数理に乗り越えようとする試みです。特に因果推論の分野では、ジュディア・パールが提唱したドゥエン算子をベイズネットワークに組み込むことで、単なる相関と介入による因果を区別することが形式化されました。これにより、ヒュームの因果会議は、実験な介入と統計な推定を統合するという具体な手段に変わったと言えます。日本の哲学界でも、ヒュームへの再評価は多様に進みました。戦後の西田幾多郎は、ヒュームの経験主義と善の体験を結びつけ、場所自己という概念を築きました。感覚な印象が個人の主体に根ざしながら、同時に無限の場との関係で意味を持つと論じ、ヒュームな経験の限界を超えようとしました。また、和辻哲郎は共同体倫理の中で、ヒュームの慣習理論を文化な相互依存の視点から読み解き、道徳な価値が社会な慣習のやり取りで生まれるプロセスを詳しく描きました。さらに近年の森本裕二は、ヒュームの因果会議を情報理論と結びつけ、エントロピーの視点から因果関係の不確かさを図る新しい枠組みを提示しました。この研究は、量子情報科学と古典な因果モデルの接点を探り、ヒュームの会議が量子の非局所性の理解にも応用できることを示唆しています。経済学の分野でも、ヒュームの慣習理論は制度経済学の土台として活用されています。ダグラス・ノースは、取引コストや制度な慣習ができる過程を、ヒュームの期待の繰り返しモデルに似せて考えました。制度の変化は、積み重なった敬虔な慣習が壊され、再構築されることで起こると論じたのです。これにより、金融危機や政策の転換が、単なる外からの衝撃ではなく、内部な慣習期待の崩壊として説明できるようになりました。ヒュームが指摘した信用の慣習な基盤は、現代のデジタル通貨やブロックチェーンの世界でも、ヒュームの思想は新たな光を当てられています。分散型台帳という仕組みは、まるで、信頼の慣習をプログラムに書き込んだかのようです。人々が繰り返し取引を重ねる中で、自然と信頼が生まれていく。そのプロセスを、技術が見える形に変えたのです。AI の分野でも、ヒュームの学習モデルが再び注目を集めています。深層学習という手法では、膨大なデータからパラメータを調整していきます。これは、ヒュームが言った、経験の繰り返しから期待が生まれる、という考えとそっくりです。しかし、AI の安全性を研究する人々は、警鐘を鳴らします。過去のデータだけに頼りすぎると、ヒュームが指摘した、予期せぬ出来事に弱い、という問題が起こるのです。そこで、逆強化学習や不確実な状況下での意思決定理論を取り入れ、モデル自体がリスクを判断して回避できる仕組みを作ろうとしています。これは、ヒュームの経験だけでは十分ではない、という教訓を、アルゴリズムの設計に生かそうという試みです。ヒュームの哲学は、環境倫理の議論にも影響を与えています。気候変動に関する国際な合意は、科学な観測と政治な慣習が絡み合って生まれています。ヒュームの言葉を借りれば、敬虔な証拠が慣習な期待に変わっていく過程です。環境哲学を研究する人々は、ヒュームの因果関係への懐疑を引用します。
短期な観測データだけで長期な環境政策を正当化するのは危険だというのです。一方で、ヒュームの習慣理論は、持続可能な生活様式が社会な慣習として定着していく過程を説明するのに役立っています。エコロジカルフットプリントを減らすためには、慣習な機体を作り直す必要があるというわけです。現代のデジタル社会でも、ヒューム会議が提示する認識論の課題は新たな形で現れています。ビッグデータ解析では、膨大な観測結果からパターンを抽出し、因果関係を説明しようとします。しかし、データの選択に偏りがあったり、アルゴリズムが不透明だったりすると、ヒュームが警告した観測できない因果が再現される危険があります。そのため、データサイエンスの分野では、統計な相関と因果な説明をきちんと分けて考える必要があります。介入実験や自然実験を組み合わせた手法が求められているのです。これは、ヒューム会議精神が、情報社会の倫理なガバナンスに欠かせない指針となっている具体例です。ヒュームの経験主義と因果会議は、哲学史の1ページにとどまりません。科学方法論、経済制度、AI、環境政策、デジタル情報社会に至るまで、幅広く影響を与え続けています。その不変な洞察は、私たちが直面する複雑な課題に対し、経験と理性のバランスを再考させる重要な鍵です。ヒュームの経験主義が投げかけた根本な疑問は、19世紀以降の科学実践そのものを再構築するきっかけとなりました。カントは、純粋理性批判の中で、ヒュームの因果会議に直接答えようとします。カントによれば、感覚印象は経験の材料に過ぎない。そこから必然な因果関係を導き出すためには、時間と空間という先天な枠組みが必要だ、というわけです。ヒュームが指摘した経験の不十分さを、認識論な構造で補おうとしたのです。この転換は、後の実証主義者たちが、観測可能な事実だけで理論を作ろうとする試みと対照です。理論と経験の二重構造を持つ現代科学の基盤を形作ったと言えるでしょう。同時期に、スコットランドの哲学者トーマス・リードは、ヒュームの会議に対抗して、常識哲学の立場を取ります。リードは、人間の感覚は単なる印象の集合ではなく、直接に外界と結びつく、知覚把握を提供すると主張しました。因果関係は、感覚経験を超えて、自明な認識として確立できると説いたのです。この議論は、心理学におけるゲシュタルト原理や、認知科学での直接知覚、仮説に影響を与えました。経験と先天構造の二元論な緊張を、新たな形で提示したのです。20世紀に入ると、ロジック実証主義者たちは、ヒュームの機能問題を形式に解決しようと試みます。リヒャルト・オッペンハイマーやモーリス・シャルコーは、観測学と理論学の意味同一化を通じて、経験法則の客観正当性を保証しようとしました。しかし、トマス・クーンの科学革命の構造が示すように、パラダイム交代の過程では、経験データが理論枠組みに選択に組み込まれます。ヒューム機能の限界が再び顕在化したのです。クーンは、科学進歩は累積な経験の積み上げではなく、概念転換による革命、変容であると指摘します。ヒュームの会議が示す経験の不安定性を歴史実証として裏付けたのです。ポストモダン哲学においても、ヒュームの影響は色濃く残っています。ミシェル・フーコーは、知識と権力の関係性を分析する中で、経験心理が社会規範によって形成されるプロセスを、ディスクールの形成と呼びました。ヒュームが提示した慣習期待の概念を、権力構造の分析ツールとして再利用したのです。フーコーの視点は、科学事実が単なる観測の積み重ねではなく、制度権威と相互作用しながら構築されることを示します。ヒューム会議が持つ社会側面を拡張したと言えるでしょう。情報技術の急速な発展は、ヒューム因果会議を新たな領域へと導きました。量子コンピュータのアルゴリズム設計においては、
測定結果が観測者の選択に依存するという量子非決定性が古典因果律の前提を揺るがしています。ここで注目すべきは、ヒュームが述べた因果は心の習慣に過ぎないという洞察が量子情報理論における測定後状態の更新やエンタングルメントの説明に似ている点です。近年、量子因果モデルを提唱する研究者は、レイズ推論とヒューム会議を統合し、観測データから因果構造を逆推定する手法を開発しています。これにより、従来の古典因果ネットワークでは捉えきれなかった非局所相関を、統計信念の更新という形で取り扱うことが可能となりました。ヒュームの哲学が量子科学の方法論課題に直接に寄与していることが示されたのです。倫理学の領域でも、ヒュームの感情主義は再評価されています。ヒュームは道徳判断を感情の共鳴と位置づけ、理性は感情を調整する役割に限定しました。近年の神経倫理学は、脳画像研究を通じて、道徳判断が扁桃体や前帯状皮質といった感情系領域の活動と強く結びつくことを実証しています。ヒュームの感情中心道徳論を神経科学に裏付けたのです。さらに、AI 倫理においては、機械が人間の感情価値観を模倣できるかどうかが議論の焦点となっています。ヒュームが示した感情なしに道徳は成立し得ないという命題が人工意識の設計指針として引用されているのです。最後に、ヒュームの経験主義が今日の教育政策にも波及している事例を挙げます。英国のプログラム評価手法は、政策効果を実証データに基づいて測定し、結果に応じて予算配分を調整するという経験フィードバックサイクルを採用しています。これはヒュームが指摘した経験の繰り返しが期待を形成するというメカニズムを制度に組み込んだものです。教育改革におけるエビデンスベースドアプローチの哲学根底にヒューム思考が潜んでいると言えるでしょう。こうした多様な領域での具体的要例は、ヒュームの経験主義と因果会議が単なる形而上学議論を超えて、実践知識生成の原理として現代社会に深く根ざしていることを改めて示しています。